14歳からカナダに引っ越して、めちゃめちゃネクラになったんですよ。なるほど。でも本当だから生きていくっていう手段でもお寿司屋さんに飛び込んだっていう。ちゃんと人生を過ごそうって思えたきっかけっていうのを与えてくれた彼らが。海外で成功を収める起業家たち。彼らの道のりは決して一筋縄ではいかない。インスパイアはいつも見えないところにある。海外起業家の誰も知らない人生ストーリーをお伝えする The Stories Behind My Story。 東南アジアの喧騒と熱気が渦巻くカンボジア・プノンペン。高層ビルとローカル市場が混在し、急成長を続けるこの都市に一人の日本人が足を踏み入れた。今回のゲストはアジア各国で飲食店を展開する起業家矢野純一郎さん。言葉も文化も通じない土地であらゆる困難が立ちはだかる中、なぜ彼は挑戦し続けるのか、その思いに迫ります。最初に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？はい。18年前に日本で起業して、今日本とカンボジア、シンガポール、台湾で飲食関係の仕事をしています。矢野純一郎です。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろんなところでビジネスをされてるかと思うんですが、どちらに何店舗あるっていうのをちょっとお聞きしても大丈夫ですか？はい、関わってる店舗ですと、今日本で3店舗、シンガポールで2店舗、カンボジア3店舗、台湾1店舗。もう全部日本食系のレストラン。はい、日系居酒屋系ですね。はい。一番最初の一応生い立ちからちょっとお聞きしたいんですが、お生まれは日本でいらっしゃるんですか？はい、生まれ日本で、僕一人っ子で生まれて、父はサラリーマンをしていたんですけど、祖父の介護のために早期退職をしまして、でそれで日本語教師の資格を取り、家で在宅で仕事をできる環境を整え、そしたら海外の人と付き合うことになり、カナダ人と、知り合いで、そのままカナダが好きになり、カナダに引っ越すっていうウルトラ C を行ったので、本当小学校6年生までは普通に日本で野球少年してたんですけど、中学1年生から自分の人生がガラッと変わり、急にカナダに住むっていう、幼少期を、過ごしました。子供の頃どんな子供だったと思いますか？どんな生活だったと思いますか？僕めちゃくちゃ多分小学校の時は活発で元気で何でもそこそこできる元気で明るかったんですけど、14歳からカナダに引っ越して、現地の学校に入った時からめちゃめちゃネクラになったんですよ。なるほど。要は僕の父の教育の方針もあったので、現地の学校に入り、全く言葉が分からず、右も左も分からず、変な話、いじめられてることすらも分かってない、状況だったので、14歳っていうちょっと多感な年齢もあるので、父とか母にも学校今日楽しかったって言うと、もうめちゃくちゃ面白くなかったんですけど、楽しかったよって言うしかないっていう状況を最初の1年ぐらいは過ごしたので、そこで僕のマインドもマイナス思考になり、あんまり誰とも接しない家の中で一人で過ごすっていう、時間が多くなって結構、性格がそういう風に形成されていったなっていう感じです。今の純一郎さんからは全然考えられないようなそうなんですよね。だいぶ闇深いだと思います。はい。日本からカナダに引っ越しするっていうのを聞いたとき、最初どんな風に思いましたか？もう完全旅行感覚でやったーみたいな。で学校でも矢野くんカナダに引っ越すのなんて、その瞬間一瞬のスーパーヒーロー感があったのでめちゃめちゃその瞬間楽しかったんですけど、行った後のその地獄と差が激しかったですね。環境が全く変わるっていう状況に追い込まれたと思うんですけれど、でも学校の初日とかはどんなお気持ちで学校に行かれてたんですかね？初日とか、あんま記憶ないですけど、初日ぐらいまではすごくワクワクしてたんじゃないですかね。楽しみだなとか、その言葉が通じないとか、そういうことも全く分かってなかったので楽しみにしてたんですけど、やっぱ行って誰とも喋れないとか何も分からないっていう環境を数日過ごしていくうちにやっぱ辛くなってって、で一番大変だったのはやっぱ半年ぐらい経ってから、なんかいじめられてる、俺いじめられてるっていう自分で認知してからがやっぱ本当にすごい辛くて苦しかったかなっていう。そこから今どうやってこの今の純一郎さんに変わっていったんでしょうか？本当実際に僕の人生の中でも大きく2つ人生のターニングポイントがあって、もちろんそのうちの1つがカナダの引っ越し、でした。でそのいじめられてる期間を経て、もちろん子供なんで
まあ仲いい子たちもできてくれば、まあ、あと言葉もまあ若いんでまあそれなりに喋るようになってきて、楽しい学生生活をこう過ごし始めてきた時に、日本とカナダの教育の方針の違いによって僕ってすごい育てられたなっていうふうに思ってるんですね。でこれはその時では分かってないんですけど、後で振り返ると、例えば僕の時代カナダってもう今はさすがにないかもしれないですけど、学校の中に、喫煙所がまだある時代だったんですよ。本当ですか？でそこの喫煙所は、まあ、もちろん僕からの感覚だと、先生とかがタバコ吸うんだろうなとかって、まあ、思ってるんですけど、その前通って中見ると先生と生徒が一緒にタバコ吸ってるんですよ。あれカナダってタバコ何歳からなんだろうなとかと思うと、まあ、まあ後々それ分かると、カナダの学校とかって小学校は7年生で、先生がしっかり子どもの道徳まで管理するけど、セカンダリーハイスクールというか、その8年生から12年生っていうところのタームは、まあ、日本の中高一貫なんですけど、もうこの一人の男一人の女というみなす、まあ、その学校の教育方針があるので、まあ、単位を取るのもどの順番でもいいですし、まあ、自分が考えて好きなように、過ごしなさい。まあ、日本の大学的な要素があったので、例えばタバコを吸うのもそれは君の問題だよと。先生からしてみれば僕は勉強してるのが僕の仕事だからっていうのが、まあ先生の言い分なので、なるほど。タバコを吸いながら先生子供元気とかいうそういう話をなんか普通にしているっていう、まあ環境を見た時に、日本とはもう全然違うな、衝撃ですよね。とかもう本当、まあ、単位もバラバラなんで、なんか数学苦手な人は数学後から取るとかなると、僕がその14歳とかで、一番レベルが低い数学の授業とかにいると、隣にもうほんと17歳18歳のお姉さんが同じその単位を取るために授業を受けたりとかしてるんで、とかなんかそういうのを日本じゃありえないような環境とかが大きく僕を成長させてくれたんですけど、一番でかいのはやっぱそういう環境にいると、やっぱ自分の将来をどうしようとか、自分に対しての将来のビジョンっていうのを考える時間がすごく与えられたのかなと。もちろん日本もすごく素晴らしくて、団体行動、集団行動、全員が右向け右で、体育祭があって音楽祭があってという、その集団の心理としての勉強はすごいするんですけど、個人としての考える時間っていうのはやっぱ少ないかなっていうのが日本の教育で、僕たちカナダの方だとその個人としての教育がすごく強かったので、本当に日本でいう高校3年生、向こうでいうと学年12っていう時には、僕の友達とか僕の周りが一旦将来こういうことしたいからこういうことを勉強するとか、こうなりたいからこの専門に行く、もしくはこういう大学に行くとか、いや僕はこれやりたいから就職するとか、ほとんど決まり始めてたんですよ。僕全くなくてもうなんかそこがなんか日本人感覚ですよね。まあ、これも全然後からの後日の話で、日本でいろんな若い子に話したりとかするときに、高校3年生の時に夢あったとかっていろんな子に聞くと、まあほとんどの子がなくて、だいたい 10% ぐらいだったんですよ、僕の調査だと。でもそれが今の日本なのかなっていうのをちょっと感じていて、まあ、カナダだと高校3年生の年代の18歳ぐらいでみんな一旦これをするっていうその夢と目標を持って動き出しているので、ちょっと僕は焦っちゃったんですよね。もう遊んでっちゃダメなんだみたいな。で、まあ、すごい困り果てて、まあ、18になる年なったかならないかぐらいですかね。その学年最後の年に差し掛かる時に、まあ、僕はもうすでに単位をほとんど取れていなかったので、まあ、卒業できないっていうのはもう確定状態だったんですよ。まあ、なのでもうどうしようと思って、まあ、父と母に、まあ、その時に相談して、僕ちょっともうこのまま学校にいても何もならないし、まあ、家を出ますと。こうお願いをして、まあ、一人暮らしが始まるんですけど、本当に見切り発車だったので、友達とか、まあ、知り合いのつてのところだったのかな、なんかシェアルーム入って、だけど、まあ、もちろん家賃をその子に払わなきゃいけないっていう時に、来月の家賃どうするんだろうとか、もう移動してからそこから悩み始めて、働かなきゃ食べていけないんだっていう認識のもと、ただ何もないですよね。学力ゼロ、資格がないので、どうやって働くんだろうっていう時に、まあ、唯一強みがあるとしたら日本人で日本語が喋れるっていうのが、まあ、カナダのバンクーバーの中で少し他よりかは強いのかなっていうところで考えた時に、まあ、街を歩いてると、まあ、寿司天ぷらとか、照り焼きっていう場面に入ってきて、日系の飲食店だったら雇ってくれるんじゃないかっていうのが僕の飲食のスタート
じゃあもう高校卒業できないかもしれないっていう、そういう状況がなかったらまた別の人生だったかもしれない。そうですね。やっぱりこう周り、僕の友達とか同じ年齢の子たちがもうやりたいことが決まってたっていうことがやっぱすごく僕にとっては大きな原動力になったというか、自分で何とかしなきゃいけないっていう。みんなもまだ全然何も決まってなくて、とりあえず専門行くよ、大学行くよだったら何とかして単位取ってでも俺もそうするっていう風に流されていったのかなとは思うんですけど、やっぱ本当だから生きていくっていう手段ですよね。手段でもお寿司屋さんに飛び込んだっていう。1998年とか99年ぐらいなんですけど、入ったお寿司屋さんが日系のお寿司屋さんで、大将が日本人なんですね。まだゴリゴリ昭和の大将の方で、蹴る殴る当たり前の、まだ本当にこんなことあるんだみたいな生活を2年ぐらいさせていただきまして、めちゃめちゃ精神的には強くなりましたよね。じゃあそこでちょっとお寿司だったりとかそういう技術をもうお寿司というよりも本当シャリ炊きというご飯炊いたりサイドディッシュちょっと作ったり、その程度で下働きが基本的にメインでやってましたね。そもそもそのお寿司屋さんに行ったらもう自分が生活していくためっていうことだったので、その頃はもう飲食大嫌いで、なんでこんなことやってんだろうとか、朝から晩までずっと立ちっぱなしで苦しい商売何してんだろうって、もう本当いやいや毎日過ごしたんですよ。で、2年ちょっとぐらい経ってカナダのバンクーバーダウンタウンで、まだ当時1軒か2軒ぐらいしか居酒屋がなかったんですけど、お寿司屋さんの仕事を終えて、時々その居酒屋さんに飲みに行ったりご飯食べに行くっていう機会が何度かあった時に、その居酒屋さんがすごい繁盛店で楽しそうだなっていうなんとなくのがあったので、ちょっとここでタイミングで居酒屋に行きたいなということで、そこに働かせてくださいっていうお願いをしに行ったんですね。20歳ちょっとぐらいですね。20か21ぐらいだと思いますけど、その居酒屋さんがすごい繁盛店だったので、僕そこで働いたら自分の給料上がると思ったんですよ。もうそんなわけないですよ。その分食材費もかかるし、その分働くスタッフさんも人数多くなるし、でも忙しいんだから全員の取り分多いでしょみたいな、その単純発想ですよね。で、きっと今よりか楽しいだろうしっていう、その何もわからない中で雇用してもらったんですけど、人もすごく多いし、本当もうずっと朝から晩まで皿洗いをする、環境だったんですね。でも1ヶ月後の給料日に大丈夫だ、給料高いからって思ったら、お寿司屋さんの時より給料が低くて俺何やってるんだろうみたいな、やっぱなったりとかしたんですけど、すごくただそこの環境が肌に合ったというか楽しくて、もう本当人との出会いというか、僕の今でももう師匠さんというか、兄貴分としている人がいて、その人がその時当時この社員さんで、会社のナンバー2みたいな副店長みたいなことをされてたんで、こういう人になりたいなっていう自分の中のモデルケースが目の前に現れてくれたので、そこからだんだん飲食が好きになっていき、でその会社がちょうど僕が在籍している間に2号店3号店とできて、そのためにステップアップもさせてもらいながら、勉強もさせてもらったって感じですかね。そこからどのように実際に起業に至るまでちょっとストーリーがあればお聞きできますか？起業に至るまで、もうその頃はもう単純に、僕もその実家も、カナダですので、居酒屋で働いてる時はここで一生懸命働いて勉強して、実家の近くでお店出して、そこでオーナー店長して結婚して子供が生まれて近くに父ちゃん母ちゃんいてみたいな、そういうイメージをしっかり描いたんですね。でそのためにまず飲食店やるんだったら、料理がうまくなきゃダメだということでキッチン勉強してとか、ホール勉強してとか、あと経営だよねなんて言って自分でいっぱい本を読むようになって、勉強して5年ぐらいそこで在籍させてもらって、なんとなく自分の中で独立してやれる自信もついたので、社長にお願いしてそろそろ独立させてくださいっていうので、許可を得て進むんですけど、これ自分で始めたらもう当分休みが取れなくなるとか、自由が利かなくはなるなと思ったので、そこでちょっと一個設定を自分の中でしたんですね。27歳の誕生日に独立するっていう設定をして、でその時僕ちょうど25になるちょっと手前だったんですよ。で2年ちょっといろんな修行とかいろんな世界観を見て、それでカナダに帰ってきてお店を出して結婚して子供とかなるほどっていう絵を描いていたので、2年間思いっきり好きなことをやるとか見てみたい世界を見ようっていうので動いていこうと思った時に、知り合いから、上海で働かないかと話があって、その時に日本人オーナーさんが、上海で1店舗やって2号店やるから2号店のマネージャーが欲しい、で日本の飲食を教えてくれる人が欲しいっ
っていうので、僕はもうこう2年後に自分でやるって決めてたので、すごい失礼な言い方ですけど、1年だけでも最初の入り口の立ち上げだけでもいいですかって言ったら、まあ、それでぜひ来てほしいということだったので、カバン一つ持って、で、行ってみようと。で、僕はその当時それが5年だったかな、2005年なんですけど、上海ってこう大都市というイメージだったので、もう英語通じると思ってたんですよ。だから全然大丈夫でしょうって思って行って空港着いたら、もう空港から英語が通じなくて、タクシー乗るのも一苦労だし、困ったなというとこで、またゼロから言葉を覚えるんだみたいな、同じこと繰り返すんだみたいな。まあなんとかそのお店にたどり着き、まあ社長さんが日本人だったので、じゃあこの新しく作るお店頼むねということで始めるんですけど、従業員の方はじゃあ日本人じゃないはもう全員中国の方で、田舎から出てきているような子たちばっかりですね。結構大きい店だったんで、その店舗で12人ぐらいスタッフがいたんじゃないですかね、僕以外で。何席ぐらいのお店だったんでしょうか。結構70ぐらいあったかな。結構大きめの、ね、庭があったりとかして。また新しい環境で言葉が通じないスタッフと一緒に働くっていう、もうそちらについてはどのように動いていかれたんでしょうか。いや、もう喋るしかなかったので、もう身振り手振りと、あと一人その僕のアシスタントマネージャーみたいな子、女の子が結構日本語喋れる子なんで、まあ、その子を介してこう伝えるとか、なるほど、教育をさせてもらうとかいう感じだったんですけど、まあでもいかんせん直接喋れないので、そこでちょっとやっぱりもどかしいなっていう気持ちだったりとか。そうですね、めちゃくちゃあったんですけど、ただ言葉に関しては僕結構好きなんでしょうね。それを楽しく学んでいこうみたいなのがあったんで、もう本当その1年間っていう自分で設定しましたし、やるからにはちゃんとしないとって思ったので、もう本当1日14時間15時間お店に行って、でその後に一人で近所のバーに行って、全然言葉わかんないけど身振り手振りで過ごすっていうのをやってましたね。でそうするとそのバーの子も、なんでこいつ喋れないのに毎日来るんだろうみたいななって、喋れない常連みたいな。なんで一生懸命だけどなんか喋ろうとしてんな、こいつは、みたいなのを感じ取ってくれたのか、まあ、言葉の勉強したいんだなっていうのはこう理解してくれたのか、なんかそれでこうだんだん覚えていったって感じですね。海外でお店で働かれるっていう、そこで他にも何かこう大変だったなと思うことありましたか？そうですね、まあ、大変というか、そこでの大変とかそこでの経験が、まあ、僕のその人生のターニングポイントの、まあ、さっきのバンクーバーへ引っ越したの時と大きく2つあるって言ったのがもう1個のその上海の経験で、もう本当にその飲食で働いてる時に苦しいっていうか、こんなにもできないんだっていう壁にぶつかったんですよ。例えば、飲食だとその日によって忙しい日とか忙しくない日があったり、洗い物が大きく残るとか残らないとか。だから例えばこう就業時間も、一応決まってるけど、ちょっと洗い物あったらみんな洗って帰ろうぜ。例えば日本でもカナダでも。あとチームプレーなので、とかいうのもあるのも、どんなに洗い物が溜まってようと、時間になった瞬間にみんな着替えて帰ったり。全然そこに対して情がないんですよね。で、いや一緒にやるのが飲食なんでこうやってやろうってこう言ってもなんかこうなかなか通じないとか、レジからお金がなくなるとか、自分がマネージャーしてるのにこうチームができないもどかしさとか悔しさがあって、なんか本当毎日もやもやで、こんなにうまくいかなかったことがなくて、飲食人生の中で。ですごくそこに対して悩んでたんですけど、半年はいかないぐらいですかね、4、5ヶ月ぐらい経った時に、だいぶみんなともコミュニケーションは取れる。けどその飲食としてのチームはできないっていう中でコミュニケーションを取りながら、こうある日、一人の子が、日曜日が早くちょっとお店が閉まるんですね。確か閉まってたんで、そうするとなんか結構みんなの中で日曜日はみんなでちょっと終わった後にご飯を食べるみたいなことをやってたらしいんですよ。で、僕はそこに一回も行ったことなかったんですけど、誘ってくれて、店長も来るかと。ああ、じゃあ行くって言うんですね。で、仕事終わって、みんなで、その電動バイクみたいなのでバーっとこう家の方まで帰るんですけど、僕自身も、そこの社長からここに住めっていう、ところを与えていただいてて、同じようなところにみんな住んでるのかなと思ったら、僕が住んでるところは全然違うところに行って、ポツンとこう団地の一棟みたいな、4階建て5階建ての団地の一棟みたいなのが出てきて、でそこ近づいていくと、もう完全にコンクリの打ちっぱなしなんですよ。できてないじゃんみたいな、こったらコンクリートの塊じゃんみたいな。でそこにみんなこう止めるんですよね。で夜の10時11時ぐらいでそこ行ったらもう豆電球とか引っ張ってきてあって、その団地の下でもう上半身裸のお父っつぁんたちがもうタバコ
しながら麻雀してはいその周り子供がちょろちょろしてるみたいな、これもジャッキー・チェンの映画のイメージそうワンシーンみたいな。な、本当にあるんだこんなことがみたいな。でみんなそこにこうバイクとか止めて、今その団地に入っていくんですけど、まあ、中は大丈夫だろうと思ったら、もう中もコンクリの打ちっぱなしなんですよ。10畳12畳ぐらいの一間ですかねが2部屋ぐらいに2段ベッドが3個ずつぐらい入ってそんて、なに入ってるんですね。でそこにだから十何人住んでるみたいな、みんな田舎から出てきてカバン一つで出てきてるんですみたいな、もうすごい環境だなっていうんで、彼ら彼女たちの給料も当時で3万4万とかだったんじゃないかな、日本円でとかいうような感じで、ね、それで親に仕送りしながらやってるんだと。そこで話しながら、まあ、みんなでこう安いビールを買ってきて、道端で売ってるような野菜とかを買ってきて、1個のカセットコンロでそれ炒めて、もう何の銘柄か分かんないビール飲みながらうわーってやってるわけですよ。でちょっとなんか結構その環境とかさ、仕送りしないと親が暮らせないからとかいう話をこう聞くと、ちょっと何も言えなくなっちゃって、まあ黙ってたんですけど、ただ僕もその言いたいことがあったんで、なんで君たちその一緒にこうね、働きに来てて、チームとしてこういう風にやろうよって言ってやってるのに、例えば洗い物残ってるのにみんなすぐいなくなっちゃうのとか、僕が思ってたことをはいこう伝えた時に、いや本当社長には言わないでくださいと。で僕たち親に仕送りするために町に来てるのに、今の給料だけだって暮らしていけないんで、実は仕事終わった後にどこどこのバーとかどこどこの深夜のところで3時間4時間働いてるんですと。だからどうしてもその時間に出なきゃいけないんですと。あ、なるほどねと。僕の中で結構もうグーの音も出ない、もうそれ言われたら何も言えないなっていうなをこういろいろその子たちから話を聞いてた中で、まあ1個のカセットコンロ、あと1個のラジカセがあって、そのラジカセにまあ海賊版の CD で音楽かけるんですよね。でその時に流行ってる音楽がかかる、街とかでかかってる、僕も聞いたことある曲がここにかかるんですよ。そうするとみんなうわーって盛り上がるんですよ。でなんかもうその時僕が思っちゃったのは、日本で生まれてカナダで育って、で僕はファミコンも買ってもらいましたし、そういえば CD も買ってもらったことあるなとか、生活が不自由があったかって言ったら不自由はない。ご飯、お腹空いたらご飯食べれたし、お菓子も買ってもらえた。お小遣いももらったことある。っていう生活をしてる中で、どんなに恵まれてきたんだろうなっていうのをすごく思ったんですね。で、こうしてなんかいろいろ辛いことあったとしても、自分のやりたいことをやって、自分で飲食店やりたいんだって夢と希望を持って今過ごしてる中で、君たちは将来何になりたいの？夢とか希望ないのって言ったら、まあ全員が全員、まずちゃんと明日ご飯食べれることが目標なんだって言ったんですよ。だからそれ聞いた時に、あ、今自分が生まれた環境すごくありがたいんだから、自分が思ったこととかやりたいことを本気でやらないとこの子たちに対して僕は失礼だなっていうのを思ったんですね。だからこんなちょっとつまずいただけで自分の夢を諦めるとか、ちょっとつまずいただけで何かやめるっていうのは思いっきりやらないと失礼だなっていうのがあったんで、僕にとってはめちゃくちゃスイッチが入る環境と人生観が大きくなんか変わった。明日のご飯食べれなくて餓死するアフリカの子たちとか、テレビとかラジオではすごく知ってるんですけど、本当にそういう生活環境とかやってる子たちを目の前で見たのは初めてですし、そこに触れることによって僕の人生観とかちゃんと人生を過ごそうって思えたきっかけっていうのを与えてくれた彼ら彼女たち、逆に僕の先生なんだなっていう、その一日がすごい強烈に僕の中では絵が残ってまして、それでいろんなことが変わり、次の日か次の日ぐらいにすぐ父親に連絡をして、カナダに帰ってお店家の近くでやって思ったんだけど、帰らないと。前にお伝えしたことはもうなしだと。なしでお願いしますと。で僕はもうこのまま東南アジアにいますと。で東南アジアでその飲食店で働いてて、一生懸命親のために仕送りをするけど、それでも足りないっていう子たちがいっぱいいるならば、飲食店って素晴らしいんだよっていうことを伝えつつ、ちゃんと飲食店でお金を稼いで正当に親に仕送りができて自分がご飯を食べれる、そんなお店を作るのをライフワークにしたいんだと、伝えて、何言ってんだって話になるんですけど、そのために今上海にいて、カナダに帰ったらまた東南アジアが遠くなっちゃうから、母国である日本に帰って日本で創業して、東南アジアに近い日本から東南アジアに進出するために日本に行くっていうなんで、もうその本当に上海の1年間の過ごし、なんならそのたった1日のみんなとの食事会で人生が大きく変わったなっていうのがあるので、その経験はすごく大きかったかな。100% とは言わないですけど、日本に住んでいる日本人の
もうほんと 99% が明日のご飯約束されてる人たちだなって僕は思うんですよ。で、今なんかよく言うのが、世界の人口を100人にした時に明日のご飯約束されてるのって7から 8% だって言われてるのであれば、その7人から8人に日本人が全員入っているって考えると、めちゃくちゃ日本の人たちってその生きるということに対しては幸せだし裕福なんだなと思うからやりたいことできると思うんですけど、やっぱり自殺大国だったりするじゃないですか。そのさっき言ったようにその当時の上海で一緒にこうご飯食べた子たちがその1個のラジカセでかかった音楽ですごい喜ぶんですよね。うわーって喜ぶ、わーこの曲好き大好きってなった時に1枚の CD で僕そこまで喜んでたかなと思うと、当たり前のようにそこに CD があって当たり前のようにそこにファミコンがあったので、喜び度合いっていうのがやっぱり全然違ったんだなっていうのを感じた時に、なんかその人生の喜びっていうのはなんかただただ裕福だけではなくて何か違うところにあったりとかするんだなって、その幸せとか感謝っていうものに対して深く考えるようになったっていうきっかけでもあったので、なんか本当彼ら彼女たちは僕の今でもずっと先生というようなイメージかなっていう感じです。じゃあその衝撃の食事会ですね、あった後からまたチームの様子とかそういうのは。いやーだからま変わりましたあすごい変わりましたよね。だからもうそれも分かるんで、じゃあここ俺やっとくからこれお前次の仕事内緒社長内緒だよねとかって言いながらやったりとかはすごくあったり、そうすると向こうっていうか彼らも僕の気持ちを分かってくれたんで、あ、今日僕夜の仕事ないんで大丈夫ですっていう子が現れたり、深くその子たちを知るということがやっぱ本当に徹底的なチーム作りになるんだなと思うので、今のコンプライアンスがいろいろあるじゃないですか。だからあんまりその、内面まで入っていくのがどうだと教育の中でですね、僕はもう本当真逆で、メンバーたちにゴリゴリも奥深くまで入っていくのを今でもやってるっていう感じですね。ストーリーズの視聴者特典をいただけるということでさっきちょっとお聞きしたんですけど、はい、日本の店舗に来ていただいて、ストーリーズを見た。そしたらなんか一番うちのおすすめを一品お出しするとか。あ、本当ですか。はいいいんですか。もちろんいいです。ありがとうございます。全然です。今川崎に3店舗、はいあるので、その3店舗だったところって感じですね。はい、ありがとうございます。そうしますと詳しいちょっと内容を概要欄からちょっと見ていただければと思いますので。ありがとうございます。はい。結局僕たちのご飯って明日ご飯食べれるのってそのお客様が来てくれて喜んで帰ってもらうから僕たちご飯食べれてるんで、ただその全面的に毎日こうお客様に伝わるようにスキルとか経験っていうのは問わない、やりたいことがマッチしてるのと会社の理念がマッチしてるのと